テキラナドジョンです。今回ね、ナビ VS SE スポーツということでね、元クラッシュチャンプスですね、世界チャンピオン同士の対戦ということでね、去年の世界チャンピオンのブラジルのクランとの対戦になります。アップデート後の対戦になっておりまして、ドルイドが解禁されているっていうところと、解禁はされてるんですけど、ハードモードではないっていうような対戦ですね。早速やっていきたいと思います。はい、というわけでね、先行は対戦相手の方から、ルートライダーラッシュですね。結構ね、ルートライダーの弱体化以降、ルートライダーの数減らして、バルキリーとかスーパーバーバリアンの数をね、若干増やすみたいなやり方が軽く見られるかなっていうところと、今回みたいにね、ロイヤルチャンピオンもルートライダー部隊と若干合流気味にやっていくっていう、火力が出ない分他のところで補ってあげるっていう必要があるっていうところで、キングジャンプもやっぱりルートライダーが火力出さない分、キングが火力を出してあげるっていうところと、ロイヤルチャンピオン追加してシンプルにね、護衛部隊としてつけていくみたいなやり方っていうのが、今までよりも増えてるのかなって感じがしますね。で、僕も個人でね、ちょっとドルイドも来たというところで、ドルイドをね、ラッシュ系に混ぜて試してみてるところなんですけど、ルートライダーは4体ぐらいでバルキリーすげえ増やしてっていうやり方をやってて、その方が以前のルートライダーラッシュよりも、楽っていうか、ルートライダーは本当に穴を開けるだけ。おロイちゃんこれは、珍しいの来ましたね。というか SE スポーツにアキレスいる？あれ？今までいなかった人がいますね。誰だいないの？ちょっとメンバー確認しますね、終わったら。メンバー変わったワンちゃん。変わったかサブで入ったか。他のクランでいたと思うけど。対してこちらも新戦力というか、ヤッターくんですね、新メンバー。ライダーじゃなくて、ドラゴンラッシュクローン型という形、ホーミングがヒットしてるね。やっぱこういうところにね、ジャイアントアローのところにホーミング、これしっかりヒーラー確認しましたね。あるのがね、いい配置といいトラップかなって感じですかね。今確認したのはね、ルーピーがいなかったですね。ループって、ではね、いなくなって代わりに1人入ってたんですけど、メンバー調整なのかどうかわからないところですが、アキレスという人がいましたね、対戦相手。ライドラね、突撃艦の中に入れてった形なんですが、結構チェインも入っていい感じに削り入れてることができました。クイーンの方はね、ヒーラーの方がホーミング2発吸われて、こういうところがね、やっぱ強豪クランって感じしますよね。ジャイアントアローの場所を読み切って、そこに出てくるヒーラーを打ち抜いていく。これ結構大事だし、世界大会予選の方でもね、ジャイアントアローをね、打つ前にしっかりバルーンを出す人も増えてきて、すげえ大事かなっていうところ。バルーンを出すとクイーンの出し位置っていうのがずれちゃう可能性もね、若干上がってはくるのでね、タップをするタイミングがクイーンじゃなくてバルーンからやんなきゃいけないっていうところで、ここも来ましたね。ロケットスピア長距離から攻撃を入れていきます。ドラゴン系の編成に合わせると強いのかな？ブーメランプラスのロケットスピアでね、遠距離攻撃に2発入れていきました。対戦相手パトリーニョ。タイムも速そうなアタックルートライダーラッシュ。バルキリーの数も結構少なめですね。ここはジャイアントアローってことかな？ジモンタワーが2つクエイクで入って、居抜ける配置っていうのは最近このやり方が増えてますね。クイーンはヒーラーを生み出しつつ、スケルトンの呪文を使って、キングクイーン両方、これクイーンは外周かな？どうなんだろう？合流狙ってるのかわかんないですが、キングで一応タウンホールも射抜けるような形。オーバーグローも持ってきてはないので、ここはタウンホールは、キングにね、拾ってほしいよって形だと思います。呪文が若干少なく感じるけど、クエイク1枚。フリーズ打ってモノリスのところをスーパーバーバリアンでケアをしていく。で、ウォールブレーカー使ってクイヒーの方をね、誘導してますね。この辺もいいですね。でも、ウォールブレーカーもまだもう1枚ある状況です。で、レイジフリーズ。そうだね。僕なら下打つなって言っちゃったところ、下から出てきましたね。クイヒーの方は、黒くは咲いちゃってはいるんですけど、まだ HP 高く、ターゲットもスケルトンの呪文で取れてたので、ギリ、フリーズが2枚もあれば、耐えれるんじゃないかなっていうところで。で、しっかりここは裏から、バネもあったんですけど、飛ばなかった部隊もそこそこいたと。回収のウィザードとかもしっかりこれは入れることができてますね。ロイヤルチャンピオンの方はブーメランヘイストということで、ホグの評価は下がってんの？なんだどうした？急にこの組み合わせ2連できましたね。ホグ人形バンされてるこの大会。何？さあ、3発連続でね、ホグヘイストじゃないロイヤルチャンピオンの組み合わせが生まれました。ガクはね、そうなんだよね。ロケットスピア使うライドラッシュ結構やってるんですけど、ここはジャイアントアローを飛ばしていきました。
狙いは、対空砲あったのかな、そこ。対空砲が2本しか残ってないので、対空砲折れてそうですね。いい。ジャイアントアロード、そしたら。で、タウンホールの方届けていって、これはイエティかな、スーパードラゴンが出てきた。スーパードラゴンでタウンホール確保を狙いますが、ちょっと伸びきらず、ただ、ライドラが後ろから届いてくれて、バルーンも届いてくれて、ライドラしっかり落とすことができました、タウンホール。キング回収のところですが、アーチャータワー12時残っていく。さあ、上側、ライドラ、ここ、チェインをぶち決めてほしい。入ってはいきましたが。おー、サッカーボールも一緒に飛んできた。サッカーボール飛ばして、キングの方が、吸血なんでね。あれ壁開いたってこと？ロイちゃん、この組み合わせでなんで壁中攻撃できる？壁開いてるこれ。開いてないよね。なんかジャイアントガントレットみたいなキング出たけど、なんかガクのキング強いっすね、他の人のキングより。さあ、ちょっとロケットスピアとブーメランの方はキングに気を取られて見れなかったんですが、どうでしょう。これアイスゴーレムにスーパーバーバリアンたちは捕まっていきます。吸血キングがね、やっぱ硬いっすね。いいライドラだ、それ。惜しい。オーデンがどんどん除去しちゃう。さあ、キングはね、モノリスのターゲットを拾ってます。壁を殴るだけでね、一応吸血はしてくれるんですけど、モノリスはやっぱ HP 高い方にね、攻撃力が上がるという特性があるので、キングに対しては強い攻撃を入れてきた。さあ、これはちょっと時間がかかった展開にはなってそうですね。結構ね、普段見ないようなヒーローギアの組み合わせがいくつか出たアタックでしたが、ライドラッシュ最後は前回までは取っていきます。さあ、リオ。3-2ですね。ジャイアントアローを組み合わせて、どこら辺を追っていくのかって感じ。3-1、モノリスのとこかな普通に考えると。12時から、エリポン2本追って大砲的な感じで撃つか ?6 時か6時だ。ピョーンと飛ばしていって、クエイク2発。そうか、クエイク2発。モノリストってなんだってやつ。リモンタワー、そうか。2発必要な。で、3時の方を、強化兵舎出して、キングの方はこれどっちなんだろう。一緒に内側入れてきたかった感じなのか、キングのターゲットだけ拾いたかったのか。レイジをきつつ、トームまで行きたいところを一気に入れていきます。ストライカーが暴走することでトラップ解除ができて、スーパーバーバリアンだ。キング外周だね、これは。ジャンププランなら。オーバーグローはね、今回持ってきてないというところで、タウンホールは本体で潰していきたいところですが、結構援軍も細かく、ターゲットの方がだいぶ分散してますね。カオスだな、中心部。大量のアーチャーが出てきたんですけど、なんとかそこ突破できている状況。キングの方は能力持った状況で、ジャンプ入ることができてます。これ強いですね。12時の方とかも、ロイちゃん死んだね。あれロケットスピア採用してる。本当にホグ人形バンされてるこれ。そんな試合聞いたことないけど。この組み合わせで、そんなに嫌われてんのホグ、今。なんでホグでいいじゃん。ホグの方が強くない？さすがにそれは。ロケットスピアは、この編成でやる意味はそんなにない気がするけど。さあ、これ、クイーンが長弾大砲を落とされてく。そこが折れないと防衛ですね。さあ、ギリギリすべて折り切って、危な。97%。さあ、カズマくん。ロケットスピア大会、ロケットスピアほぼ全員ロケットスピアもしかして。使ってない人いる？これもしかして、ロケットスピア縛りの大会もしかして。逆に。僕人形版というよりは。こんな大会やんの？何これ？ちょっとよくわかんないですね。これ、どういうこと？さあ、カズマくんドラゴンラッシュ。オーバーグローは真ん中かなって感じですけど、ポイズンタワー捨てたらいいな、それ。いいですね。2本据えて。ここフリーズかけていきましたね。ってことは、ある程度その辺削りたいイメージがあるかもしれないですね。エアスイとかは先に降りたいので、その辺折っていくと、シングルもね。レイジかけますが、中心部残っちゃう。インドラ来た。ありがてえ、そのインドラ。いいインドラが来ました。レイジに乗って破壊もしてくれて、罠もここでインドラが回収してくれてます。いいインドラっすね。
で、ロイヤルチャンピオンが来ています。ロケットスピアブーメラン。まあ、ドラゴン編成なんで、この組み合わせはまあ、あるかなって感じではあるんですけど。よくわかんないですね、これ。おー、サッカーボール、サッカーボール、サッカーボール。で、タウンホールにレイジフリーズをかけていく。呪文がこれ最後ですね。まだインドラとか手元に残してた。うん。いいっすね。で、ロイヤルチャンピオン能力使ってロケットスピアなんですけど、まあ普通に殴られる位置からロケットスピアと。はい、ナイス旋回。ベルナウロケットスピア、これガチそういう、あれかこれ。もしかしてあれガチ戦じゃない大会のやつ見ててもね、乗ってないんですよね、これ。なんだろう、これ。わかんねえや。さあ、キングオールブレーカープラスのバルキリーラッシュですね。ルートライダー0と。オールブレーカーがまだ4枚あります。オールブレーカーかなり多かったですね。さあ、オールブレーカー投げるなら早めの方がいいんじゃないかなと思うんですけど、ここはまだ投げていかず、ヒールを使って、オールブレーカー使っていきます。ルートライダー弱体以降、結構バルキリーのみとか、まあ、ルートライダーの数減らすみたいなアタックもそこそこ見る。ね、この前、ルーピーがね、まあ、今、メンバー入ってないですけど、使ってましたね。で、キングの方はジャンプ使ってたんですけど、内側には入ってくれなかった模様。さあ、中心部までしっかりトーム引きつけたことでね、このタウンホールバック派にヒーリングトーム合わせることができてます。なのでね、序盤はヒールの呪文を使って HP 管理というような形でした。いや、強いねベルナウ最近アタック見ててもすごいいいアタック多いっすね。まあもともと食い火の人であったんですけど。さあ、ブーメランからのロケットスピアを打っていきます。フリーズ、フリーズ。これ知ってる人いたら教えてほしいですね。これなんでこんなにロケットスピアを使われてるのか。結構みんなちゃんとレベル上げてるんだね。バルキリー結構な量で貫通をしていって、全開と。強いなぁ。ガーサス。あ、なるほど。本当におしさんがこの編成で、まあ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 。まあ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 。わからん。すご。みんな、なんで上げてんのこれ。ロケットスピアってそんな強いのみんな内緒で上げてるじゃん、ロケットスピア。さあ、天才ラバルですね。ロケットスピア大会だ、これも完全に。援軍アーチャーが出てくるんですけど、ガントレットいいっすね。壁越しに対地クロスも殴りつつ、防衛援軍も少し減らしてくれて、タンクもしてくれると。ここポイズン圏内なので、ストライカーもたくさんいるんですけど、潰すことができています。で、どういう使い方するかですね。突撃艦を持ってるので、まあタウンホールに合わせそう。ヒーラー人形生み出しで、マルチ IT とか中心部に持ってく感じかな、これは。そのフェニックスめっちゃ偉い。そういうわけでもなかった。対空砲を追ってからラバルパーと合流スタート。投石のターゲットもね、ここクイーンで拾えてるんでね、ロイちゃんとかラバルに負担が少ないですからね。さあ、いいトーム、ロイヤルチャンピオンがひたすらロイちゃんに引っ張られて、まあ、防衛のロイちゃんもラバに引っ張られて、すごい位置に動きました。イメージ的にはこの辺拾えたら、ロイちゃんで拾えたらいいな、みたいなことは考えてたかもしれませんが、インビジブルタワーがね、発動する前に先にタウンホールを落としていきます。フリーズ、ヘイスとクイーンまでここ生き残って、フリーズをもう一度打って中心部の方をラバルで突破していきます。さあ、ストライカーも、バネ飛んでいく。ただ1体すり抜けて、ジャイアントからの今のストライカーうまいっすね。タイミング的には非常に良かった。ロイヤルチャンピオンここでブーメランだけ飛ばしてロケットスピアでキングを殴ると。普通に考えたらホグヘイストでいいところをわざわざ使ってる感じがあるんで、なんかそういう縛りの対戦かもしれないですね。もしかしたら。超マッチのロケットスピアだけ使ってくださいみたいな感じかもしれないですね。対戦じゃないのかなこれ。断定していい気がする。これはさすがに。今日ロケットスピア縛りの大会だ。大会か対戦だ。そういう日だ。で、このメンバーでやってるってことは、そうだな。多分、超マッチだな、これきっとな。そういうことだ。こんなわけないって。こんなに
そんなにロケットスピア使われるわけないって。うん。そんなわけない、そんなわけない。急に世界が狂ったかと思った。俺だけいないね。僕のいない世界みたいな感じでしょ。ロケットスピアってこんな、流行ってるんだって。置いてかれちゃったと思った。もう一瞬目離した隙にロケットスピアのお祭りになっててびっくりしたね。これいいね。ウォールブレーカーつないでクイヒーのルートも作りつつ、中心部はオーバーグロー。ロイヤルチャンピオンがいきなりブーメランとロケットスピアを放ちながら登場です。で、スケルトンの呪文も置いて、対1クロス、ターゲット取りたいんだけど、隠れてくれましたね。もう一度スケルトンの呪文を置いて、まあ、モノリスとか、その辺のターゲットを拾う用の目的かな。反対サイド下側の方ね、ロイちゃんとキングクイーンで削って、中心ドラゴン戻ってくる。これめちゃくちゃいいプランですね。サッカーボールも飛ばしつつ。いやー、めっちゃいいな、これ。これ超強いですね。タイムの方も結構早かったと思います。1分14秒とかだったかな。最終アタック、クラウス。この編成で違いますね。ガチ縛り対戦じゃないの？これでも、ホグ人形なんで？ホグ人形番大会始まった？ドルイド入ってますね。ドルイドバルキリーラッシュ。ウォーミングチェックだけして突撃艦。これは、突ウィズの可能性も結構ありそう。いい突ウィズだな、これは。めっちゃ強い。突ウィズ強い。突ウィズバルキリーラッシュです。ここ。足元の、フリーズかけて、その、長弾落としたい。落としきれない。逆に使われなくなって驚くんだけど、これ。ってことはみんなガチで採用してたってこと？強くなくなかった今。ロケットスピア。みんな空気読んで使った？前の人が使ったから。そんなわけないよね。さあ、バルキリースタートですね。若干手元に残して真ん中ジャンプ。ロイヤルチャンピオンの縦外周にサンジが出していきました。中心部。バルキリー入っていきます。ここで一気のトームかな？かけない。ここでレイジと一気にトームをかけていくような状況。タンホールもね、潰せてますからね。バルキリーすごいうろちょろしてる。結構ね、足が速いから、ポイズンタワーとかね、受けても、つるりとかわしてくれましたね。で、ヒーリングトームの回復量と。で、ドルイドも入ってることでね、回復非常に高い。しかもなんかクマが生まれるというところで。確かにこれシナジー合うかもしれないね。バルキリーとドルイドって結構相性は良さそうな感じがする。そして3時に回収ユニット。まあ、残ってはいるんですけど、壁越しなのでウィザード系しか殴れないですね。キングの方もサッカーボールを投げながら、サッカーボール。サッカーボール終点。強っ。はい、というわけでね、終わりまして、15対14というところで、ちょっと消せないんですけど、わからない。なんでかわかんないけど、ロケットスピアが9人使われてました。なんか使わなくて良さそうなところまで使われてたんで、どっちかっていうと、クラウスがロケットスピア使うの忘れた説が、あるかもしれないけど、ホグ人形版されてるかな。ホグ人形版っていう、そんなスモールな版があんの？よくわかんないな。よくわかんないんですけど、強い対戦相手に面白いヒーローギアの組み合わせでのアタックがたくさん見れましたねって感じで今日はいいかなと思います。なんか結論結構見たけど、そんなに強くないかなって思いましたけどね。ロケットスピアはやっぱドラゴン系との相性はそこそこいいかなとは思うんですけど、ラッシュ系の後ろにね、後衛として進ませていくやり方だと、ヘイストの方がさすがに強いかなっていうのがやっぱり思った感想ですかね。レオのアタックとかもね、ホグヘイストだったら前回まで伸びてる可能性全然あったよね。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、シェア、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。